どうも、翔です。ということで、今回はですね、アルス鑑定出していきたいと思います。本日の撮影日時が1月の15日ということでですね、2日後の金曜日の夜からアルス鑑定が受付スタートするので、それに備えてですね、ちょっと20枚厳選しましたので、今回はね、それを紹介していこうかなと思います。皆さんご存知かとは思うんですが、ちょこっとだけね、アルス鑑定について説明しますと、これ僕の手持ちのコレクションカードなんですけど、こんな感じですごく厳重なパッケージに封入されまして、下の方にね、金属プレートでいつ製造されたもので何のねものに入っているのかっていうのがここに記載されます。頑丈なパッケージに封入できるので劣化することを防ぐことができたり、防水性とか傷がつく心配がないっていうところでね、飾り映えもするし、今非常に話題の鑑定機関となってます。そんな感じで、これとかもね、偽造のホログラムシートがない初期カードなんかも当時のまま保管しておけるっていうことでですね、コレクターにはたまらないこの鑑定機関になります。で、裏返すとグレードが1から10まであって、10が一番最高の状態と言われていて、このアルスに関しては10のさらに上、10プラス、いわゆる天ぷらって言われるものがあるんですけど、この初期カードに関しては正直天ぷらスって本当に取れないので、このゲートガーディアンに関しても、今100枚近く鑑定枚数出されてるんですけど、10がね、今現時点では一番最高のグレードということで、皆さんこれ鑑定出さずファイルとかコレクションケースにしまってる方もいるので、おそらく誰かは10プラスを出してくるとは思うんですけど、今現在いないですし、僕も初期カードいろいろ出してますけど、10プラスって本当なかなか取れないので、初期カードで10プラス取れた時のね喜びっていうのは本当にもうコレクターにとってはたまらない瞬間なので、そういったことも含めてね、今回アルス鑑定に出していこうかなと思います。翔コレチャンネル。今回はアルス鑑定の上限20枚提出しますので、こちらにね厳選した20枚、皆さん鑑定出す前に一緒に見ていただきたいなと思います。で、今これ一番上、皆さんご存知レッドアイズブラックドラゴンになるんですけども、これがですねワールドチャンピオンシップ2019年に封入されていたカードで、これ私1枚持ってたんですけど、こんな感じで開封しました。この開封パックも下の方から切って綺麗に残すように開封してるんで、需要があれば今後開封済みのパックの綺麗な残し方もご紹介できたらなと思います。このカードはね、正直結構傷が多いと思うんですよ。若干角がですね賭けじゃないんだけど賭けに見えるみたいな、左上とか分かりやすいですよね。いわゆる祭壇のよれみたいなのがある。おそらくこれは10取れるんじゃないかなとは思いますね。はい、続いて死者蘇生、こちらも WCS2019 のレッドアイズと一緒に封入されているカードです。表面はだいたい最近の遊戯王とかだとやっぱ綺麗なんで、やっぱりこう裏面のね角ですよね。このカードもねレッドアイズと同じっすね。右上ちょっと白いでしょ、若干欠けてますね、ほんの少し。でも他はこんな感じで綺麗と。このくらいなら10取れるか取れないかちょっと際どいところかな。9オは10って感じかな。続いてこちらブラックマジシャンの 20s WCS2018 のやつですね。ブルーアイズホワイトドラゴンとセットになっているカードの1枚ですね。このね 20s の未開封系は本当に傷が多いんで、正直ねこれ10プラスはマジで取れないと思います。で、これは店舗で買ったやつなんだけど、やっぱどうしてもね四隅がねほんのちょっと欠けてるかな。これは本当にねしょうがない。だから10オア9取れたらいいなっていう感じですかね。さあ続きまして、こちらデーモンの召喚のアルティメットレア、こちらはマジで綺麗なカードなんですけども、この動画の前の動画でアルス鑑定のこの割り方っていう動画出されてると思うんですが、その時にね割ったデーモンの召喚です。これねマジバチバチに綺麗で10プラス狙えるだろうっていうレベルのカードだったんだけど、なぜか9で送り返されてきて割ってもう一回出しそうっていうことでね、これは本当に賭けとかもないんですよ。めちゃくちゃ美品でしょ。前の動画なら多分見えるんだけど、ここにねうっすらこのアルス鑑定を割った時にこの銀のプレートがここにボーンって乗っかってきて、これどうなってんのこれ。うわ、プレート入っちゃった。これはまずいっすね。
デーモンの召喚終わったかもしれないなこれ。それでね若干跡がついちゃったんですよ。あ、これ見えるかな、この辺跡あるの分かります？だからねこれがあるから多分、10プラスはマジ無理。狙えて10で、9は多分取れると思う。前回9だったからこれで9ってことはやっぱり前回9じゃないんですよね。自分アルスカンって何回か出してるんですが、こいつはね9で収まるやつじゃないんですよ。これで8だったら完全に僕がどっか見逃してるんですけど、9もしくは10をね祈りながらちょっと出したいなと思います。続いてこちら国威の大賢者、すごくマイナーなボックスに入ってるアルティメットレアなんですよ。で個人的にマジシャン系のカードが大好物なんで、このカードもですね店舗で購入したものになるんですけど、これは正直10以上は硬いです。10プラス取れるかどうかはちょっとわからない。表はもう完全に超絶備品なんだけど、で裏面も当然傷はないんだけども、アルスカンテってねこの賭けはないのはもちろん全部エッジも賭けがないか見るんですよ。そうするとねこの辺に本当にワンポイントポツポツって若干賭けじゃないんだけどエッジのなんていうのかな、白いね部分があるんですよ。でこれ店員さんともお話ししながら買った個体で、未鑑定のカードとしてはこんなに備品が入ることはもうマジでもうないですって言われたんですけど、10は硬いけど10プラス取れるかどうかはちょっとわからんなっていう感じで買いました。結構高かったですね。もう本当に完備品クラスの値段設定だったんで、正直10プラス取れないと赤字なんですけど、10ね硬いでしょうということで今回こちらも出したいなと思います。続いてこちらマジシャン・オブ・ブラックハウスのアルティメットレアですね。これも人気のカードですよね。これもですね国威の大賢者のとこのお店で買ったやつなんですけど、これも表面はもちろん、裏面も傷はない。このアルティメットのこの彫りの跡みたいのはどうしてもこれはついちゃうものなんで家庭には響かないです。なんだけどやっぱりこのエッジだよね。当然四隅の白掛けはない個体なんだけど、エッジが傷があればおそらく10になっちゃうかな。これはね10オア10プラスって感じです。はい、続いてこちらハーピーレディ3姉妹の初期シークレットレア。これは初期ボリューム4に出てくるカードですね。実は私初期のボリューム4ボックスは開封してまして、ハーピーレディは当たらなかったんでこれは店舗で購入したカードになるんですけど、これもね買った当初ほんと高くて結構強気な値段設定するお店なんですけど、ただやっぱり状態的にはめちゃくちゃいい。ご覧の通り賭けもほとんどないですし傷とかもないんで、10はおそらく硬いかなっていうカードですね。でこのハーピーレディ3姉妹は10プラス前にメルカリに売ってたことがあって、なんと70万円の値がついて普通に売れてるっていうね、本当に恐ろしいカードですね。市場にもやっぱり信頼されてるから10プラスは間違いなく傷のない最高峰の状態だろうっていうことで70万の値付けがされてるんだと思うんですけど、だいたいこれ備品で2万円から3万円ぐらい、10取れたらだいたい4、5万ぐらいにはなるんですけど、もう10プラスになるとそれだけ取れないんで一気に値段は跳ね上がるという感じです。続いてこちら万華鏡の華麗なる分身。これも初期ボリューム4ですね。これも一応お店で購入した万華鏡になります。結構万華鏡はね備品で置いてるとこは多いので、皆さんもおそらく購入する機会も多いカードなんじゃないかなと思います。これも多分ね10は取れると思います。さあ続いてこちらセイントマジシャン。こちらもですね初期のボリューム4のものになります。でこちらもですねボリューム4を開封した時に自引きしたセイントマジシャンなんですけど、もう枠キラマジでない、ほとんどないし傷もない。唯一気になるとしたら緑色の点ありますよね。インク跡っていう初期特有のインク飛びってやつなんですけど、これはね査定には響かないことが多いです。響く時もあるけど基本響かないことが多い。これがあるから2ランクダウンとかないですね。こんな感じで結構エッジとかも綺麗だし賭けも全くないんで、これも間違いなく10は取れるだろうというカードですね。10プラス取れたらマジで最高。ちなみにボリューム4開けた時にエクゾディアのあれ確か右足がウルトラ枠であるんですけど、あれもバチバチの備品で前回のアルスカンテ出したんですけど、まさかの10プラスで帰ってくるというですねさすがに叫びましたね家の中で。なんでこいつもちょっと10プラス取れたらいいなっていう感じです。はい、続いてこちらベビー
ビードラゴンのノーマルレアボリューム6のやつですね。これは私チャンネル立ち上げてから一番最初に開封動画をしてあげた時に出てきたベビードラゴンで、ありえないほどバチバチの備品で、本当にもう賭けもないし傷も全くないカードなんで、多分これ10プラスでいけるんじゃないかなとは思ってる。10は硬いですね。続いてこちら、心変わり初期ウルトラレア。これもね非常に思い出深いカードでね、デッキの中に入れてる方も多かったんじゃないでしょうかね。これ確かボリューム7に入ってたカードだったと思うんですけど、これもですねフリマで4年前ぐらいに買ったカードをですね、本当にもうメルカリでは珍しく本物の完備品で賭けもないしエッジも賭けもないんで、もしかしたら10プラスワンチャンあるかなっていうカードですね。続いてこちらシャインキャッスルです。これがですねローリーナイトドラゴンとか究極完全体グレートモスの入ってるゲームボーイ特典のカードの中の1枚ですね。闇海決闘機みたいな名前だった記憶があるんですけど、これも一応封入されてるカード全部アルス10以上でちょっと揃えてみたいなっていうことで今回出そうかなと思います。これも多分10取れると思います。そしてこちら、これがサラマンドラ。さあこちらも闇海決闘機に封入されている同じようなカードです。これも数年前に購入したカードで多分10は取れると思います。で書き付きが2枚、これも出します。同じく闇海決闘機のカードですね。そしてハーピーの羽ぼうき、これも同じく封入されてたカード、これも多分10取れると思う。で硫酸の溜まった落とし穴、多分これも10取れると思う。そして2人付きブーメラン、これも同じく闇海決闘機の中のカードですね。これも多分10取れるかなっていうのでね、今回1枚出してます。そしてこちらヤマドラン、この顔が結構傷多い個体が多いんで、なかなか10以上取るのが難しいんですけど、ずっと保管してたカードの中でね一番綺麗だったのでちょっと今回出してみようかなと思います。正直9か10だと思うんですけど、9よりめちゃくちゃ9よりです。やっぱりどうしても顔に傷がある個体のカードなんで、10取れたらちょっと大喜びかなっていう感じですね。じゃあそして今回最後メガソニックアイ、これもリミテッドパック1ですね。メガソニックアイは割と個体としては綺麗めが多いカードかなと思いますね。これは多分9か10取れたらいいなっていうことで、リミテッドパックもね全部ちょっとアルス10以上で揃えたいなっていうことで今回これはしたいなと思います。はい、ということで今回この20枚をですねアルス鑑定に出して結果の方をね楽しみに待ちたいと思います。それではアルス鑑定到着の当日にワープ。ARS 届きました。今回早かったですね。出してから2週間ぐらいで入金メール来てですね、すぐに届きました。ということで今回は前回の動画で助けてもらったももちゃんの方にもね一緒に見ながら開封していこうかなと思います。よろしくお願いします。わー、今回ね自信あるカードたちを出したんで10プラス狙っていきたいけどどうかなっていうところあるんだけど、早速見ていきましょう。じゃあいきますよ。さあまずこちら国威の大賢者です。これは1回10プラスのミニマムグレードを設定して返されたんで、だから10以下であろうっていうことで1回返されてる。でもう1回出した。多分10は硬いと思う。せーの、10はでも10でもすごいけどね普通に。続いて2枚目ブラックマジシャンの、これは WCS2018 のプロモカードですね。10は硬いんじゃないかな。ドン、10でした。結構ね 20s は傷がつくことが多いから結構9とかもね全然ある。さあ続いてヤマドラン1999年のリミテッドパックのやつだね。これは10でよしって感じなんだよね。どうしてもこの顔面に傷が多いんで。せーの、9でした。しょうがないかなヤマドランちゃんは。さあ続いてハーピーの羽ぼうき、これは闇海決闘機の特典カードですね。これは10欲しいかな。ドン、9かー、渋いなー。結構これ綺麗だったんだけどね。さあ続いてシャインキャッスル、これも10は欲しいな。せーの、10、素晴らしい。上等よ。さあ続いて死者処世、これが WCS2019 の特典カードですね。せーの、10、いいでしょう。これは正直天ぷらはきついなって思ってたから。さあ続いてマジシャン・オブ・ブラック・カウスのアルティメットレア、これは結構自信ある。天ぷらだったらでも結構すごい。10は 100% 取れる。9きっつ、マジやっぱレディーフ
って厳しいんだな。なんか個人的にこういうレリーフは結構厳しい印象ありますね。 100%10 取れると思いましたこれ。さあ続いてこちらベビードラゴンですね。天ぷら硬いだろうと思ってます。取れたらマジで発狂。これ9はさすがにないかな。10以上は取れる。せーの、出たー、ポン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 。これはやばいっすね皆さん。10プラスですよ。やっぱり私の目に狂いはなかったということですね。これはもう宝物です。さあ続いてこちらセイントマジシャン。これはねまあ木ですよ。ちょっと上ここわかるかな。枠キラはあるんだけど、これも10プラス取れたら相当やばし。9、厳しい。いや厳しいな、マジか。10プラ硬いと思ったけどな、これ厳しいわ。これ本当にもう白かけとかもないですしパーフェクトなんですよ。これが10取れなきゃ何が取れんのっていう、そういうレベル。これはあれだな、ワンチャンもう一回割るのもありかもしれないね。続いてこちら鎖付きブーメラン。これね闇海決闘機のこのシリーズはちょっと10で揃いたいんで10は欲しいところ。ドン。9、厳しい。今回めっちゃ厳しい。さあということで今のところ10プラスベビードラゴンだけですね。10、10、9、9、10、10、9、9、9。めっちゃ厳しいわ今回。ショーコレチャンネルということで200個目いきましょう。さあメカソニックアイです。さあ10狙いでドン。はい、10。いいでしょう。これは嬉しいです。さあ皆さん来ました。大本命デーモンの召喚。デーモンの召喚を召喚そうこれ2回言わないといけないっていうね謎のカードなんですが、これは皆さん1個前の動画でARS の割り方っていう動画で出した答えです。これは9で返ってきた疑惑のカードで絶対10以上だろっていうカードだったんで、9で返ってきたんで割りました。でもしこれで9だとすればやっぱり前回の鑑定が間違ってたというのも、出す時に実は裏面ちょこっとへこませてしまったっていう悲しい経緯を持つデーモンの召喚なんですが、もしこれが10とかだったらおやちょっと話は変わってくるぞっていうやつですね。ということでいきましょう。せーの、10。ほらやっぱそうなんよ。前回9だもん。やっぱこういう鑑定士の見方によってもちょっと変わっちゃうのかなっていうことだね。だからもし今回へこましちゃったけどやっぱり前の出した時に10プラスだった可能性はあるデーモン召喚ってことですね。だからこいつは絶対10以上 100% あるし、こいつも絶対10以上あるんで割るのはワンチャンありかなと思います。ドン。さあ来ました。ハーピーレディ3姉妹。これはね絶対10以上は欲しい。もう10プラス来たらとんでもない値段がつきます。じゃあいきますよ。これは持ってる中で一番綺麗なハーピーレディです。せーの、10。10なら全然よしだな。さあ続いてこちらの闇海決闘機のカードです。これ確か2枚出したかな。片方10取れてはいいって感じ。ドン。10ですね。このカードはそんなに人気ではないんでね。さあそれじゃあもう1枚の掛け付きいきましょう。ドン。10でございます。さあまだまだいきましょう。こちらの闇海決闘機の魔法カードサラマンドラ。これも10硬いと思う。ドン。10ですね。この辺結構綺麗な初期出したから10プラ欲しかったんだけどそううまくはいきませんわな。さあ続いてこちら WCS2019 のプロモのレッドアイズです。これも10取れたらいいかなって感じ。ドン。10ですね。いいでしょう。さあ続いてこちら闇海決闘機のトラップカードルーさん溜まった落とし穴。これは持ってる中で一番綺麗。これはね是が非でも10欲しい。マジでこれショップとか店頭でも置いてないんで、これはねちょっと10取って安心して眠りたいです。せーの、10。すやすや寝れるわ。もうこれほんと備品カードも売ってないんでそう急に科学的そうな攻撃面白いよねツボだそうです。ももちゃんのツボ。さあ続いてこちら万華鏡華麗なる分身ボリューム、これ4に入ってるやつですね。ほんと最近綺麗なのないのでもう10狙ってすやさん眠りたいですね。でノット10 OK 安眠です。さあということで皆さんラストです。こちら心変わり初期ウルトラレアボリューム5。これは正直10プラス結構ある。80% くらいある。10でも致し方ないかなって感じ。でもちょっとここまでシビアすぎたんで10の可能性は大いにあるけど10プラスを期待してよいしょ、10でした。
10か。いやー、今回のあれだな、多分鑑定士さん結構厳しかったんだろうな。まあでも10取れれば初期カードはもう上等ですね。小これチャンネル。はい、ということで今回のアルス鑑定の結果でございました。まあ皆さんにとって見応えあったのはこいつじゃないかな。ベビードラゴンちゃんボリューム6の開封動画でね出したベビードラゴンが、見事10プラスということで、これはマジでちょっと嬉しいですね。やっぱ自引きしたカードで10プラス取れるっていうのはもうやっぱりコレクターとしてはツバダラダラもんなんでね、非常に良かった結果だったんじゃないかなと思います。こいつだけはちょっと悔しいかな。前回ね9で帰ってきて開けて傷つけちゃったけど10で帰ってくるっていうね、これはちょっと悔しい。で次開けるとしたら疑惑のこいつかな。こいつとこいつは確実に10以上はあるカードなんで、ちょっと切る可能性はあります。再鑑定する必要はあるかなと思います。結局鑑定するのは人なんで、多少こうグレードにねばらつきがあるっていうのは仕方のないことなんじゃないかなと思います。別に10以上じゃなくても思い出のあるカードをね出してこういうかっこいいケースにバシッと入るだけでも全然違うので、あんまり数字にこだわりすぎると病んでしまうので、皆さんの思い出のあるカードをねこのアルス鑑定でバシッとかっこいいケースに入れて飾るっていうのがね本来の目的でもあると思いますので、また次回も楽しみながら鑑定出していきたいなと思います。ということで皆さん、この小コレチャンネル、この昔のねカードの開封とか、コレクターにとって楽しいような動画どんどん発信していきますので、こちらの動画面白かったな、ためになったなっていう方は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。